Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは言語を話せるまでにどのくらい期間がかかると思いますか？こんにちはって言えたらそれも話せることになっちゃうので、コミュニケーションのレベルで考えてください。皆さんも日本語を勉強する理由いろいろありますよね。日本の秋葉原に行ってマックでオタクと一緒に鬼滅の刃について話すんだとか、その人と自分どっちがねずこちゃんが好きか話すんだとか、そういう理由の人もいるかもしれません。ちなみに僕がスペイン語を勉強している理由の一つは、ナイトクラブに行ってイケメンと美女にダンスを教えてもらうためです。何？それ悪い？それはもちろんイケメンの友達とバーに行ってお酒飲んでる時に俺ダンス踊りたいんだって言って、そしたらその人がじゃあ一緒にナイトクラブ行こうなんて言ってね、そこで俺もナイトクラブデビューなんかしちゃってね、みんなと一緒に酔いながら踊りたいですよ。だからそれを夢見てスペイン語を勉強してるんですけど、いつになったら話せるようになるの？言語勉強したことがある人は必ずこの問題を考えたことがあると思います。もうどのくらい勉強すればどのくらい話せるようになるの？僕は3言語勉強してるので、今日はこれを説明したいと思います。ちょっと留学するパターンと自分で勉強するパターンを分けて話したいと思います。あと皆さんの日本語のレベルが今ゼロだと思って話します。では最初留学するパターンを話します。結論は生活するレベルだと3ヶ月、友達を作るレベルだと6ヶ月かかると思います。長いって感じている人もいると思います。でも正直3ヶ月もすれば軽く店員さんと話すくらいはできるようになります。これは僕もそうだったし、クラスメートも0から3ヶ月でそのくらいにはなりました。僕が台湾に留学した時、言語学校の近くにすごく美味しいおにぎりを売っているお店がありました。確か授業が朝の9時から12時までの3時間でした。それで僕もクラスメートも朝起きるのが苦手だったので、みんな朝ごはんを食べないで授業を受けていました。だから一つ目の授業が終わった時に、みんな走ってそのおにぎり屋さんまで行って朝ごはんを買っていました。その時店員さんと、今日はお腹痛いから量は少なめでとか、店員さんはいつも何時に朝起きてるんですかとか、そういう簡単なコミュニケーションをしました。ですのでそのくらいの簡単な会話は3ヶ月でできると思います。あの店員さん見てるかな？おーい、いつもつけてた子供用のエプロン可愛かったですよ。でもやっぱりゼロからだとひらがなから覚えないといけないので、時間はかかりますね。僕たちは言語学校で3時間。その後はたまに台湾人の友達と遊んでいたので、そのくらいのペースだと3ヶ月かかります。皆さんが今 N5、N4 持ってるんだったら、3ヶ月くらいで友達は作れるんじゃないかなと思います。あとは N3 以上を持っている人は単純に会話に慣れていないだけなので、単語とか文法のレベルは友達を作るのには十分じゃないかなと思います。ですので1ヶ月から1ヶ月半くらい毎日話していれば結構ペラペラになります。ペラペラ、ペラペラ、ペラペラは言語を流暢に話している様子を表します。今でもよく覚えていることがあって、それは台湾のナイトマーケットで夜ご飯を買おうと思っていた時、すごく美味しそうな餃子があったんですよ。でも最初の頃は中国語全然話せなかったので買うのが怖かったんですよね。だから他のお客さんが買っている時に近くでちょっとなんて言っているか聞こうとしたんですけど、もうマジで全然わからなくてどうしようってその屋台の近くでうろうろしていました。どうしようって思っていたら日本語で誰かが大丈夫ですかって聞いてきたんですよ。だから僕は中国語がわからなくて餃子が買えないんですって言ったら、その人がその屋台へ行ってペラペラの中国語を話して買ってきてくれました。もうペラペラに中国語を話すのがかっこよくて涙が出ましたよね。それから10ヶ月くらいして僕も日本に帰る時が来ました。その僕が帰る時に空港で困ってる日本人の女性がいたんですよ。それでどうしたんですかって聞くと、その人はどうしてもパスポートに入国のハンコが欲しかったみたいですので僕がハンコをもらってきてあげると、その人の目がうるうるして泣きそうだったんですよ。だからびっくりして、大丈夫って言ったら、なんか僕が中国語をペラペラに話しているのを見てすごく感動したらしいです。その時に、これは昔俺が餃子を買ってもらった時と同じだって気づいたんですよ。あれから長い時間経ったので、多分今はその子がペラペラになって誰かを助けてると思います。
あとなんかよく言語は赤ちゃんの時に勉強しないとダメだとか言う人がいるんですけど、確かにネイティブになるには年齢の条件があるかもしれないんですけど、僕だって大学生になってから言語を3つ勉強し始めましたからね。僕が留学した時も40歳、50歳、60歳の人も学校で勉強してペラペラになっていました。じゃあ次に自分の国で勉強するならどのくらい時間がかかるのかを説明したいと思います。例えば0から1日20分文法や単語、20分会話を勉強したとすると、普通は友達を作るのには10ヶ月かかると思います。もう皆さんの嫌だっていう声がテレパシーで伝わってきますよ。大丈夫です。もっと時間が短くなる方法を教えますよ。安心してください。オノマップのひときですよ。その方法なんですけど、それはもっと勉強すること。当たり前だろ。そんな0から3日で日本語話せるみたいな魔法ある？僕も昔1週間で英語が話せるみたいな CD を買ったことがあるんですよ。なんか一日中英語を聞いて、寝る時も英語を聞いているとあなたは話せるようになるみたいな、そういう CD です。しかもそれなんかシリーズがあって、中国語、ロシア語も1週間で全部覚えられる。だから1ヶ月あれば4カ国語話せるようになるみたいなやつなんですけど、もちろん嘘でした。英語のやつ使って1週間覚えたのが Hi Tom, I'm ひとき Let's be friends。 確かに友達は作れるかもしれないけど、それは友達？さっき言った10ヶ月は最長10ヶ月だと思います。これより長く勉強している人はちょっと忙しくて毎日勉強できなかったりとか、あまりモチベーション高くなくて勉強している人だと思います。僕夏休みに4週間オンラインのスペイン語クラスを取ったんですよ。最初はもともと N5 くらいのスペイン語は知っていたんですけど、会話は全然できませんでした。でも1ヶ月くらいしたら簡単な会話はネイティブとできるようになりました。ですのでさっき言った10ヶ月は最初の1ヶ月でN5 くらいの日本語能力を勉強します。そしてプラス5ヶ月くらいで、僕のその1ヶ月分くらいのスペイン語と同じだと思います。計算するとさっきの5ヶ月は、僕の1ヶ月よりも短いんですけど、勉強って1時間を1日よりも10分を6日間の方が意味あるんですよね。ですので5ヶ月勉強すれば、僕のその1ヶ月と同じくらいだと思います。合計6ヶ月勉強した後は会話から日本語を覚えられるようになるので、10ヶ月後くらいには日本語で友達ができるレベルになると思います。でも0からでもちゃんと毎日6ヶ月勉強すれば、あとは友達と話していて日本語が上手になるのでいいですよね。最初は勉強続けるの辛いですけど、ちょっと辛くなったら自分の好きなものを見て癒されて勉強を続けるのがいいと思います。別に僕の動画を見てもいいんだからね。皆さんありがとうございました。